シップは完成した台を重ねて初めて3次元になる。そう思ったら物理に1本取られます。トランジスタもキャパシターも配線もすでに台の内側で立体です。ロジック、DRAM、難度は同じシリコンから始まりながら違う理由で違う形へ進みました。その3つの流れが XBM でセルからパッケージまで接続されます。半導体は原子、材料、薄膜、素子、セル、アレイ、機能ブロック、台、パッケージ、システムという縮尺の違う階層でできています。上の性能は下の小さな界面にも支配されます。最下層は規則正しく並ぶ原子です。単結晶シリコンへ不純物を加え、電子や水素の動き方を変える。回路の入り口は配線図ではなく結晶の中にあります。シリコンだけでは動きません。背景材料は電解を制御し、銅やタングステンは電流を運び、窒化膜は工程を守る。材料ごとの役割が、速度、消費電力、寿命を決めます。大事なのは材料名だけでなく、材料同士が触れる界面です。血管が電荷を捕まえれば、敷地が揺れ、漏れが増える。小さくするほど、少数の血管が巨大な顔をします。材料を精膜し、削り、埋め、重ねることで、ゲート、シャネル、キャパシター、電荷保持膜、ビアが生まれます。形だけでなく、寸法と位置関係までが電気特性です。微細構造が電気的な働きを持つと素子になります。トランジスタはスイッチ、キャパシターは電荷の器、ダイオードは一方向のも、ここで材料か機能へ変わります。セルは最小の物理構造ではなく、特定機能を実現する最小の回路単位です。DRAM なら 1T1C、難度なら電荷保持構造、ロジックなら複数トランジスタの組み合わせです。同じセルを規則正しく並べるとアレイになります。繰り返しが多いほど設計と製造を共通化でき、面積効率も上げやすい。メモリが高密度になれる理由です。セルグネ、センスアンプやデコーダーなどの周辺回路を加え、設計でさえ利用できる単位へまとめたものがマクロです。セルと機能ブロックの間をつなぐ階層です。マクロと制御回路を組み合わせると CPU コア、キャッシュ、メモリコントローラー、ファイのような機能ブロックになります。ここから役割ごとの配置と通信が主役になります。機能ブロックを1枚のシリコンへ形成し、ウェハーから切り出したものが台です。まだ外部端子や保護材を備えた完成チップではありません。シップレットは台より小さな階層ではありません。和の台と組み合わせ、一つのシステムとして働く前提で、計算、IO、キャッシュなどの役割を与えられた台です。1枚の台の中も、素子を作る FEOL、素子と配線を結ぶ DEMOL、回路全体をつなぐ BEOL で分かれます。XBM を理解するための重要な地図です。FEOL はトランジスタのサナ帯を作る工程です。チャネルへ電流を流すか止めるかをゲートで制御し、素子分離で隣のトランジスタとの干渉を防ぎます。MOL はゲート、ソース、ドレインを最下層配線へ結ぶ短い橋です。寸法は小さくても、接触抵抗や規制容量が増えれば、トランジスタ本来の速さを失います。BOL は作ったスイッチを回路へ変える道路網です。下層はセル内部の細かな接続、上層は電源、クロック、長距離信号を運ぶ、配線遅延が性能を止める場所でもあります。ロジック台には演算機、キャッシュ、制御、通信、クロック、電源回路が混在します。難度のような同一反復ではないため、トランジスタ密度だけでなく、配線の自由度が必要です。平面型 MOS セットは、ゲートでシリコン鏡面のチャネルを開閉します。短くすれば早く小さくできますが、短くしすぎるとゲートを閉じても電流が漏れる単チャネル効果が強くなりました。形を大きく変える前にも、ポリシリコンを金属ゲートへ、CO2 を背景へ、アルミ配線を銅へ置き換えました。同じ回路記号の中で、材料と界面が進化しています。平面でつかめないなら、チャネルを立てる。キンデッドは上面と両側面をゲートで囲み、チャネルへの支配力を強めます。漏れを抑えつつ微細化を続ける、形状側の回答です。GAA では、ゲートがチャネルの全種を囲みます。薄いナノシートを上下複数積み、シート幅や枚数で駆動力を調整する、トランジスタ1個の内部が多層化しています。ロジック回路は標準セルを敷き詰めます。C フェットは N フェットとフェットを上下に積み、セルの横幅を縮める構想です。ただし、上下信号と電源を届ける配線が、字の難所になります。従来は、信号と電源が上側配線を奪い合いました。裏面電源は、太い電源線を裏へ移し、表側を信号へ渡します。電圧効果と配線混雑を同時に緩和する考え方です。さらに IO へ連算、デスラムを別層へ分ければ配線を短くできます。しかしロジックは発熱が大きく、接続も不規則です。層を増やすほど、熱、電源、クロック、検査を一緒に解く必要があります。DRAM の基本は、1個のアクセス、トランジスタと1個のキャパシターからなる 1T1C です。キャパシターの微小電荷は時間とともに漏れるため、読み出しと定期的なリフレッシュが必要です。ワード線は読む行を選ぶ指令線。ビット線はデータを運ぶ列方向の通路です。行と列を分けることで、巨大なセル配列から必要な場所だけを選びます。ワード線が上がるとアクセス、トランジスタが開き、キャパシターとビット線が接続されます。
生まれる電圧差は小さいため、センスアンプが0か1へ増幅して確定します。平面セルを縮めると電極面積も減り、保存できる電荷が減ります。容量を保つには、高誘電率材料を使う、膜を薄くする、表面積を縦方向へ増やす必要があります。トレンチ型は、基板を深く掘り、穴の側壁をキャパシターとして使います。平面上の占有面積を抑えながら、深さ方向へ電極面積を確保する方法です。積層型は、トランジスタの上へ細長いキャパシターを伸ばします。これは DRAM セルの配列を何層も重ねたのではなく、1個のセル内部にある電荷の器を高くした立体化です。セル面積をさらに削るには、ワード線を埋め、シャネルを折り曲げ、アクセス、トランジスタも立体化します。オンでは十分な電流、オフでは極小の漏れという相反条件を満たします。長いビット線は1個のセンスアンプを多くのセルで共有でき、高密度です。でも、規制容量が増えて遅くなる。短くすれば早い代わりに、センスアンプの面積が増えます。HBM は DRAM セル層を1枚の台内へ何百層も作る技術ではありません。FEOL、MOL、BEOL を備えた完成 DRAM 台を薄くし、TSV と接合で積み重ねます。セル層そのものを同じ台内へ作るモノリシック 3D DRAM も研究されています。ただし層が増えるほど、未小電荷、規制容量、リフレッシュ、相関結合、読み出し回路が複雑になります。難度は、接煙膜の中へ電荷を閉じ込め、トランジスタがオンになる式位置電圧を変えます。電源を切っても状態が残るため、DRAM と違って不揮発性です。平面難度はセルを横へ縮めて密度を上げました。しかし近づけすぎると電荷が隣へ影響し、保存電子数も減り、読み出す電圧分布が重なります。横方向だけでは負けます。1個の物理セルに24、なぜ16の電圧状態を持たせれば、1234ビットを保存できます。密度は増えますが、状態間の余白が狭まり、速度と耐久性は厳しくなります。横へ縮められないなら縦へ積む。接煙膜とゲート材料を交互に重ね、線層を貫く穴を一括加工し、内部へ電荷保持膜と垂直チャネルを作ります。3D 難度では、水平のゲート層がワード線になり、1本の垂直チャネルと交差する場所が1個のセルです。同じチャネルを多数のセルで共有できることが重要です。難度は同じ構造を縦へ反復できるため、横の微細化を少し緩めても、総数で容量を伸ばせます。深穴加工と均一な膜形成が難しくても、規則性が量産を助けます。一度の成膜と穴加工で作れる高さには限界があります。そこで積層体を複数回に分けて作り、上下へ接続します。接続部の位置図で、抵抗、欠陥が新しい制約です。難度セルに向く工程と、デコーダーや IO に向くロジック工程は同じではありません。別々のウェハーで最適化し、最後に接合すれば、面積と性能の両方を狙えます。難度は規則構造の反復。DRAM は微小電荷の高速読み出し、ロジックは不規則な配線と高い発熱を抱えます。同じ3次元化でも、許される総数は大きく違います。難度はチャネルと層単位のワード線を共有し、ページ単位で読み書きし、ブロック単位で消去します。各セルへ個別配線を引かないから、高い等を反復できます。DRAM は、キャパシターの小さな電荷差を高速に読む必要があります。ビット線や相関配線が長くなるほど規制容量が増え、読みたい信号が配線自身の電気へうず漏れます。ロジックはトランジスタごとに行き先が違い、クロックも電源も高速に配る必要があります。動作中の熱も大きい。難度の等、そのまま演算機へコピーはできません。ロジックは演算速度。DRAM は高速な作業記憶。難度は不揮発性と容量を優先します。何を守るかが違うから、セルの形と3次元化の方法も違います。セル内部の進化は、形を変える、材料を変える、場所を変える、保存原理を変える、1セルの情報量を増やす、セルと周辺回路を分離する、の6方向へ整理できます。横方向の縮小が苦しくなれば、シャネルを立て、線種を囲み、素子を上下へ積みます。同じ材料でも形を変えることで、電解制御と面積効率を改善できます。CO2 を背景、ポリシリコンを金属へ、アルミを銅へ、材料を変えれば、漏れ、抵抗、耐久性、製造温度まで変わります。回路図に見えない進化です。同じ機能でも、どこへ置くかで配線距離、熱、製造順序が変わります。キャパシターを上へ、電源を裏へ、トランジスタを BEOL へ移す。位置そのものが設計変数です。情報を保存する方法はキャパシター電荷だけではありません。式位置、強誘電分極、抵抗状態、磁気状態、保存原理を変えれば、速度、保持、耐久性の交換条件も変わります。1セルの状態数を増やせば、同じ物理面積へ多くのビットを保存できます。ただし、状態を見分ける余白が減り、ノイズ、保持時間、書き換え回数への要求が厳しくなります。全部を同じ工程へ押し込まない。記憶アレイと制御回路を分け、得意な製造法で作ってから接続する。難度の CMOS 分離、HBM、ロジックフォールディング、XBM へ共通する思想です。HBM は多数の短い並列配線で大帯域を作ります。しかしスタックを増やすほど、シリコンインターポーザー、接点、電源、冷却、ソリ、
完成後テストが重くなります。XBM ハクロスバッチメモリ。2026年7月公開のインテル特許出願に記された構想です。バックエンド DRAM を積み、垂直配線、アクティブ、ベース台、UCIe を一体で設計します。これは量産製品の性能発表ではなく、特許上のアーキテクチャです。積層数だけでなく、積まれるセル、データの出し方、故障の直し方、パッケージ配置まで変更します。通常の BOL は金属配線が中心です。バックエンド DRAM は、すでに仮想構造がある上側へ、角膜トランジスタなどを使う 1T1CDRAM を形成しようとします。通常 DRAM では、アクセストランジスタを単結晶シリコンの FEOL へ作り、その紙へキャパシターと配線を重ねます。バックエンド DRAM は、選択トランジスタの形成場所を上へ移します。上へ移すだけなら簡単そうですが、下の導配線や絶縁膜を壊す高温工程は使いにくい。低温材料、リーク、敷地ばらつき、小持ち時間、工程順まで全部が設計対象です。情報をキャパシターの電荷として保存し、アクセス、トランジスタで読み書きする 1T1C の原理は変わりません。変わるのは、1T を作る場所、材料、温度、順序です。バックエンドという名前でも、完成した DRAM 台をロジックの中へ埋め込む意味ではありません。バックエンド DRAM を内部に持つ専用メモリ台を作り、別のコンピュート台へ接続します。新しさは接合面だけではありません。トランジスタ材料、キャパシター、熱予算、セル配置、配線、欠陥管理、製造装置まで、積まれる台の作り方を変える点です。HBM が完成 DRAM 台の積み方と外部接続を進化させたなら、XBM は積む前の台内部へ踏み込みます。パッケージ技術とセル製造技術の境界が解け始めます。HBM は多数の比較的低速な短距離線を並べ、相対域を作ります。XBM はメモリ内部の並列性を保ちながら、外へ出すデータをベース台でまとめ、高速リンクへ載せます。最大の技術的な賭けは、BOL 互換トランジスタで DRAM に必要な低リーク、十分な温電流、保持ち時間、ばらつき、ぶどまりを量産水準へ持っていけるかです。XBM には2種類の3次元化があります。セルやトランジスタの形成場所を変える台内部の 3D と、ススキ化した完成メモリ台を上下へ接続する外側の 3D です。メモリアレイをデータブロックへ分割すれば、サブチャンネル単位で制御し、故障範囲を切り離し、予備へ置き換えられます。テスト範囲と垂直配線も規則化できます。分割の目的は小さく見せることではありません。巨大なメモリを管理、修復、接続できる単位へ切り分け、ベース台の制御で一つのメモリへ戻します。シリアライズすれば物理端子と代替子を節約し、配置自由度を高められます。ただしサーデス、TLL、クロック回復、保証、リンク訓練の電力と遅延が増えます。XBM 特許の実施例は 32GT/s の UCIe-IO バンドルです。これは現在の規格上限ではありません。UCIe3.0 では 48GT/s と 64GT/s が追加されています。UCIe は物理層、アダプターリンク管理の共通基盤になれます。でも読み書き命令、アドレスリフレッシュ、エラー訂正、電力状態まで自動的に同じにはなりません。上層のメモリ台を規則的な容量として作り、複雑な通信、自己検査、故障診断、リマップをベース台へ集めます。容量と知性を別層へ分ける設計です。ベース台は受動的な台ではありません。UCIe5 サーデス、メモリ制御、クロック、テスト、デバッグ、修復を動かす頭脳です。その分、面積と発熱も引き受けます。積層前に良品台を選んでも、接合後にしか見つからない不良があります。XBM は故障したデータブロックを切り離し、ベース台側の予備領域へ置き換える構想です。TSV 型は垂直配線をまとめた専用の通り道です。TSV を無秩序に散らさず、データブロックと交互に置くことで、メモリアレイと上下配線の対応を規則化します。ハイブリッドボンディングは、銅と誘電体を微細ピッチで接合する物理技術。XBM はメモリ全体のアーキテクチャです。採用候補にはなっても、XBM の定義そのものではありません。XBM は必ずシリコンインターポーザーを完全排除する構想ではありません。特許にはインターポーザー型も直接パッケージ型もあり、狙いは配置と配線基盤の選択肢を増やすことです。ロジックホールディングは SRAM、演算、IO などのロジック機能を別層へ配置する設計思想です。XBM はその前段で積層される DRAM セル工程そのものまで成立させる必要があります。違いはあっても、役割を得意な層へ分け、短い接続でさえ統合する思想は共通です。性能を決める単位が、1枚の台から複数層とパッケージ全体へ広がっています。HBM は、量産と供給網を持つ、現実の交代域メモリです。XBM は、パッケージ自由度と修復性を狙う特許構想。比較では、理論上の魅力と製造成熟度を分けてみます。最大の利点は、HBM4 より必ず速いという未確認の数字ではありません。メモリを特定 GPU と巨大インターポーザーへ固定せず、パッケージ内で構成可能な部品へ近づけることです。弱点は単一ではありません。バックエンド DRAM の保持とぶどまり、UCIe5 の電力、ベース台の発熱、接合不良、
キー SV 断線、検査時間、供給網を同時に成立させます。XBM をすぐ HBM の置き換えと呼ぶのは早い。低電力で最大待機なら HBM、極低遅延なら 3DS ラム、共有容量なら CXL、低コストなら EDR という役割分担が残ります。実用性を見る数字は、セル面積、保持時間、ウェハーと接合のぶどまり、実行帯域、ピコジュールパービット、読み出し遅延、肺面積、救済可能な故障率、熱、量産能力です。メモリを多く積むだけの競争から、セルの作り方、ブロック分割、故障修復、通信方式、電源、冷却を同時に設計する競争へ、設計の主語が広がります。基板上の外部部品だったメモリは、HBM で演算機の隣へ近づき、XBM が示す方向では、パッケージ内ネットワークへ参加するメモリ、チップレットになります。ロジックは制御性と複雑な配線を立体化し、DRAM は微小電荷を守りながら容量を伸ばし、難度は規則構造を大量反復した。違う3本の進化が XBM で交差します。XBM の本質は、新しいメモリ名だけではありません。材料、セル、台、垂直配線、ベース台、はい、修復、パッケージを一つの設計空間として扱うことです。小さくするだけでなく、立てる、囲む、裏返す、分ける、つなぐ、壊れても直す、物理が許す手段を全部使って、計算と記憶の距離を削ります。台の内側とパッケージの外側は、別々の話ではありません。セルからシステムまで、異なる役割が壊れず働ける距離を設計する、同じ一つのシェア体です。メモリは部品からネットワークへ。この再構成は全工程です。未来は待たず、接続して掴みましょう。